こんにちは、加藤です。今日も始まりました毎日頑張らないスケッチ。今日書こうと思っているのはこちら。ルービックキューブ。四角がいっぱい集まっていて、ちょっと複雑な、ただの立方体よりもちょっと複雑かなと思うんですが、これをね、ちょっとずらした、ねじったというかひねったというか、ちょっとずらした感じで、通常の立方体を少しアレンジした、そういったちょっと難易度高めにしたモチーフとして描いていってみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。今日用意したのはユニの 4B と練りゴム。紙はサンフラワーペーパーの M 画用紙です。他に鉛筆は、ユニの HB から 6B まで揃えています。では早速行ってみましょう。今回のルービックキューブは大きさだいたいこの辺で、こんな位置でいってみましょうかね。この辺の感じで、右上からの光で左側に影が落ちていると。大体なんですけれども、こんな大きさでこの辺に当たりをつける段階ではあまり細かいところを気にせずに線をいっぱい引きながら、たくさんの線を引きながら大体の位置をこうやって捉えていきます。どうでしょう。ちょっと右に傾いてるかな。右に、流れてるっていうかね。なのでちょっと垂直線が垂直になるように気をつけながら、こんな感じでしょうか。まずはね、この一番自分に近い角だけ決めていきましょうか。角はこの辺。右側の角度は、私はこうやってね、鉛筆をモチーフの方にあてがって絵の方に持ってくるっていうのをよく使います。慣れないと途中で角度が変わっちゃったり、こんな風に変わっちゃったりするんですけれども、スッとこっちに持ってくるっていうのが、無心に、作為なく心を平らにですね、絵に合わせようとか無意識のうちに変わっちゃったりする、そういう邪念を払ってこうやって持ってくることができるようになると、こんなに便利な、角度の、トレース方法ってないんですね。これはもう何回かやっていくうちにだんだんと慣れてくるんじゃないかなと私は思ってますけれども、どうでしょう。皆さんはあんまりこの角度をこっちにそのまま、測り棒とか鉛筆を使って持ってくるってあんまりやらないですかね。便利なんで練習してみてください。はい、右の面なんとなくこんな感じに描いてみました。で、それに対して左の面は右の面に比べると狭いんですけれども、この幅がですね、右対左のこの右側面と左側面の比率でいうと65対35くらいの比率でしょうか。左が狭いんですけどこんな感じ。垂直線はなるべく垂直に。実際、原則で言うとちょっと上から見下ろしてるせいで下がすぼまって感じるっていう方いると思うんですが、人間の目っていうのはここを見るときにはここを正面に、ここを見るときにはここを正面に見ているせいで多分垂直に感じているはずです。ここを描く際には、ここを見ているときにはここが垂直に感じているはずです。つまりカメラの目線では、カメラのレンズっていうのはここに焦点があったらここよりも遠いカメラのレンズの外側で認識しているので、若干下にすぼまって像が映るわけですけれども、人間の目というのはここを描く際にはここを見てる、ここが中心になるので垂直になる。そういったカメラのレンズと人間が目で見て描く時のその原理が違ってるせいで、垂直になる方が私は自然な見え方かなと感じています。ただちょっと奥行き感、下に向かってパースをつけた方が迫力が出るっていう理由で、あえて垂直線を下に向かってパースをつけるっていう場合もありますので、それは作者のどう表現したいかっていう目的に応じて選んでもらえばいいかなと思います。はい、だいたい右の角度何度も撮り直してますけど、こんな感じでいいかな。上の角度こんな感じでいいかな。
そして後ろの角度、一番後ろの角度、こんな感じにしようかな。いや、この、もうちょっと後ろ、この辺かな。そうするとこの位置ももうちょっと下がるかな。こんな角度かな。こんな角度かな。まずはね、全体を描いてみましょう。こんな風に見えない裏側もうっすらとこんな風に見えない角を想定して、こんな形が隠れていそうかなっていうのをちょっと書き入れてみましょう。どうですかね。こんな感じの立方体、斜め上から見下ろして見ているっていうことで、上の角度がこんな感じ、真ん中こんな、下がこんな、この3つの辺がだいたいどこか1点に向かって集まって整列してくれるような感じで、次に左のこの角度もどこか1点に向かって整列してくれるような感じで捉えていきます。当たりをつける線はこうやって複数の線を何本も引きながら徐々に定めていきます。どうでしょう。こんな感じで立方体っぽくなったかな。ちょっと高さがあるかな。もうちょっと背が低いというか、この六角形を比較した時にちょっと縦長な印象なんですよね。どっちを削ろうかな。下をちょっと削りましょう。ここを少し削ってみます。ここを少し削ってみます。1ミリちょっとくらいですかね。1ミリちょっとくらい。これでちょっと印象変わるかな。どうでしょう。で、次にこの角の位置がもう少しだけ上の印象なんですよ。この辺、この角度が少し変わります。この角度もちょっと変わります。こんな感じ。これとこれとこれがね整列してくれるように、次にこっちの3辺が整列してくれるように。はい、だいたいこんな感じで大まかな立方体のガイドラインができたのではないでしょうか。ね、こんな感じでいきましょう。で、右上からの光で左下に影が落ちていると。はい、若干左下がりの、見下ろしてるテーブルを見下ろしてる角度に合わせて、こういう左下がりのタッチだったり右下がりのタッチだったり、見下ろしてるテーブルを見下ろしてる角度に応じてタッチをね入れていきます。これね、垂直にタッチ入れるとねテーブルが立ち上がってきちゃうので気をつけたいところです。はい、こんなところでどうでしょう。次にこの面の中心を薄くガイドラインを引いて、ここが左右の中心、次にここが上下の中心、対角線を引いて中心を決めた後、この位置ですね、この位置を元に×を引いてみます。こちら側も同じく対角線を利用してこの辺のこの左の面の中心を、そして上下の中心をこの角度が同じに整列してくれるように、捉えていきます。はい、ここも対角線を引いて、ここかな、この辺。はい、こんな感じで、4分割してみましたけれども、ルービックキューブは33の、1つの面に9個のマス目が並んでるんですね。なのでここからちょっとね3分割、左中後ろって3分割していきます。目で見てだいたいこれとこれが同じような大きさで、かつ手前より後ろが
ちょっとだけ小さく見えるような、感じられるような、そういったこの比率をね分割していきます。はい、どうでしょう。縦はこんな感じかなと、今度は上下で見るとこの辺でしょうか。123456789個のキューブ、四角、正方形を斜め上から見下ろしてる形になってくれるといいんですけど、あまりこうパースを意識しすぎる、つまり遠くが小さく狭く見えるっていう原則を強く意識しすぎるとパースが強くなりがちなので、ほとんど同じ形、同じ面積比、同じ四角なんだけど、若干ほんのわずか遠くが狭く見えている、その辺遠近法を習いたての頃っていうのはどうしても強いパースを使いたがる、意識しすぎるあまり強くパースが適用されすぎてしまうことが多いので、ちょっとその辺放っておくと無意識のうちにパースが強くなるもんだっていう自覚をして抑制の効いた遠近感を出して描いていきたいと思います。はい、右の面こんな感じでどうでしょう。33の9個。次に左の面はこんなかな。ここはだいたい合ってそうなので、ここから後ろに平行線を引いていきます。これがちょうど3分割になるような感じで。厳密に言うとね、この対角線とここが交わったところが1個目のこの四角の角になるはずなので、そしてこの交わったところが2箇所目の角になるはずなので、こんな風に手前から奥へ捉えていきます。はい、上の面も同様にここですね、もうすでに形取りをしたところから薄く補助線を引いて、でこの交わったところを通るようにこんな感じで上の面も同様に手前から奥へ分割していきます。こんな感じでしょうか。123456789、遠くが一番ちょっと狭いんですけど、狭くなりすぎたからもうちょっと手前に戻してあげましょう。一番後ろがですね、ここが狭くなりすぎないようにちょっと戻してあげます。はい、こんな感じでどうかな。ここね、一番手前が広くなりすぎないように。はい、こんな感じで。これで一応ね、33の999、9つの四角正方形が並んでるルービックキューブ、綺麗に揃った状態ができたところです。これをもとに真ん中の段だけちょっとずれているので、それを表したいと思います。まず一番基準になるのは、このくるっと回転してる、約30度くらい回転してるんですけれども、この角の位置がどこに来ているのか、角の位置を確かめましょう。この線のちょっとだけ左、この辺でしょうかね。ここに回転してきてます。で、次にこの角の位置がこのどこに来てるかというと、ちょうどこの辺に平行移動してきてる感じ。次に右奥の角を見ていきます。この角に対して、ここ基準にしましょうね。ここに対して右後ろ、この辺に来ている感じ。ちょっと飛び出てるんですね。このくらい飛び出て見える。だけどあまり飛び出すぎない。このくらいですかね。このくらい。次に角度を見ていきます。この角の位置から、先ほどと同じく鉛筆を当てて角度を見ていきます。この辺からこの辺を通る。で、ここもだいたいこれ平行ですから、これと平行な角度。だけどほぼ平行だけど若干遠くが狭くなる角度。このくらいで見ていきましょう。そうするとだいぶ後ろですね。この位置に対してこの辺結構後ろですね。ちょっと後ろ行き過ぎたかな。もう一回角度見直します。
だいぶ角度つけすぎちゃった。ちょっとつけすぎましたね。もうちょっと手前、このくらい。見直します。この位置ですね。角度を修正しました。ここまで立ち上がっていない。急激なパースになっていない。こんな感じ。では次に左側の角の位置を見ていきます。ここに対してちょっと飛び出ている。で、次に角の位置はこの角に比べてこの辺でしょうか。この辺。ここからここまでを結んでみます。まっすぐな線が引けないっていうことをね、言う人結構多いんですけど、私は継ぎはぎでいいと思います。一発で一本の線、ピシッと引けなくても、何本も継ぎはぎに線をね、集めながら、こんな風に捉えていって、結果的にいい線一本だけ練りゴムで消し残せば、いいと思うので、あまり綺麗な線がシュッと一本引けなくても悲観することはないと思います。で、この下に対して上の線が、だいたい平行、こんな感じでしょうか。はい、だいたい決まりました。もう一回見直してみます。ここが角で右の角度、左の角度。右の面と左の面を比較すると、この次に近いのがこっち。正方形が、回転してるわけですけども、一番近い2番目に近い3番目に近い。こっちの方がちょっと後ろなんですね。後ろ、遠く。こっちの方がちょっと手前。この位置とこの位置はこういう関係です。はい、そんなわけで、左の方がいっぱい見えて、今度は右がちょっとしか見えない。このキューブそのものは右がいっぱい見えて、左がちょっとしか見えてないんですけど、この回転、30度ほど回転させた真ん中の列は、右の方が少ししか見えてなくて、左の方がちょっといっぱい見えている。そういう位置関係です。で、角の位置、3箇所決まったので、見えない裏側もちょっと想像して書いてみましょう。これと大体整列する角度。この角度に対してこんな感じでしょうか。この角度に対してこんな角度でしょうか。こっちがいっぱい見えて、こっちが少ない。これもこっちがいっぱい見えて、こっちが少ない。角の位置はここに対して真後ろよりもちょっと左に来る。こういった位置関係になると思います。こんな感じ。はい。透視図というかね、キューブを透けさせて見える目を持っている人であれば、多分こんな風に向こうの角が想像できるのではないでしょうか。こんな感じ。はい。ちょっと余計な線を消しながら整理します。こんな感じかな。こっち側もいらないところをちょっと消しといて、では次にこの面をそれぞれ3分割していきます。目で見て決めていきます。これよりもちょっと小さく、ちょっと小さく。だけどほとんど同じ相似形になるように。余計な線を、目障りな線をちょっと消しながら感覚を整えていきます。この辺でしょうか。こんな感じかな。はい、左の面は、この辺、この辺。ここの角よりも、ちょっとね、手前、右側に、この1個目の角を感じられるんですね。次に、この線の、この辺りに次が来てる感じがする。で、次が飛び出ている。はい、こんな感じでしょうか。左の面はこの角の位置に対してこの辺、この角に対してこの辺で、最後がここよりもちょっと飛び出ている。はい、これでガイドライン、大まかな配置、位置関係書けました。ここからはですね、4B を 3B に持ち替えます。ちょっと硬い鉛筆に持ち替えて、線がね、ちょっとモサモサしてきた。線がいっぱいになりすぎちゃったので、いらないところを消しながら、清書していきます。整理していきます。
こんな感じかな。で次にもうちょっと消しましょう。いらないところをね、いらないところをもうちょっと消して、いらない線もちょっと消して、補助線を消しながら自然な見え方に近づけていきましょう。特にこの対角線がね、ちょっとパッと見の印象を邪魔しちゃうので、対角線、形取りに使った対角線をまずはね、消していきます。こんな感じかな。はい、ここからちょっと清書していきましょうね。特徴的なのは、自分に一番近いこの角、これ飛び出ています。次にこの角、ここも飛び出ています。で、最後一番下、ここも飛び出ています。それに対して左の面が暗いので、ちょっと影入れときましょうね。鉛筆を寝かせて左側面が暗く見えている。はい、こんな感じで、そうすると全体の雰囲気が、印象がね、近く見えるんじゃないでしょうか。で、床面も合わせて、左側面と床面同時に影入れておきましょう。はい、この辺でガーゼの出番。指にこんな感じで巻きつけて、左側面、影に見えているところ、ちょっとね、鉛筆を撫でて、押し付けて整えてあげます。紙の目の凸凹にこう詰め込む感じで引っ込んでくれるので、絵がぼやけちゃうんですけれども、ここでワンクッション一旦押さえておくと、その先の作業がしやすくなります。はい、余計な汚れをちょっと消し取って、はい、こんなところでどうでしょう。で、次に、ルービックキューブ特有の、今見えてるのは白い、面、青、赤の面、3面が見えてるんですけれども、青色の面、日向なんですけれども、ちょっと色が濃いので、ここもちょっと調子つけておきましょう。はい、これ青色の面が見えている。ここも青色の面、青色の面。固有色としての青色です。はい、こうやって色つけてみたら、ここの角がね、ちょっと見えにくかったですね。ここちょっと形をしっかり取り直します。3B を使って、形を清書していきます。角は少し面取りしてあるので、ちょっと丸めながら、こんな感じで形取りを清書していきます。ね、こんな感じで。で、次にこの角に対して、ここの角、ちょっとだけ見えている。ここからまた見えている。右の角はこことここ。あとここはね、断面は黒いので、色が黒く塗ってあるので、黒く一緒に塗っておきましょう。その方が印象が合ってくれる。ね、こんな感じにしておきましょう。で、一番下の角はここに向かって直線がつながってくれるように、ここからここへ向かってシャープにピシッと。はい、これで右の面の形だいたい決まりました。で、ルービックキューブそのものはこれシールが貼ってあるタイプなんですね。100均で買ったやつなので、周りが黒い縁があって真ん中がちょっと色のついたシールが貼ってあるっていうものなので、ちょっと縁取りを、ディティールをちょっとだけ描きながら、黒い縁が1ミリ弱くらいかな、ちょっとあって、でそこにシールが貼ってありますよっていう感じ、少しね、出していきます。こんな風な感じで。
はい、どうでしょう。ちょっと面取りした、じゃがいもの面取りみたいなね感じに見えてきたんではないでしょうか。右の面こんな感じで、左の面も少し整えていきます。ガーゼでこすったせいでちょっとぼやけてしまいましたが、左後ろの角はここです。ここで、下の位置はここ。次にこの一番下接地面はここが垂直につながっている。次に、ずれている真ん中の列はちょっとずれているので、角がここ。これがね、直線にちゃんとピシッとつながって、ここにつながってくれるように。そして3つの四角がきれいに分かれてくれるように。はい、こんな感じでしょうか。上の面ちょっと汚れがきついので、練りゴムで少し整えましょう。はい、もうちょっと色つけてもよかったかな。左側面もうちょっと暗くしましょう。そして上の面、ここはね黒いプラスチックなので黒く塗っておきます。ここですね、ここは黒く塗っておきます。はい、こんな感じかな。これで結構感じ出てきたと思うんですけれども、どうでしょう。上の四角と下の四角を比べると、下の形がちょっと怪しいところがあるので見直します。実際はね、ここ可動部動く分かれるとこなんでね、隙間がちょっと見えている。この部分ちょっと面取りしている。はい、こんな感じでしょうか。はい、こんな感じでね、一つ真ん中の段がずれてるせいで、下に映る影、床に映る影もちょっと形が不定形になってるんですね。綺麗な形ではなくて、ちょっとここら辺がへこんで、この辺が太って、そういった形に、これが投影されてできてる影なので、こんな風に見えています。はい、いかがだったでしょうか。今日は一段ずれた、真ん中の段のずれたルービックキューブをデッサンしてみました。この部分がですね、真ん中の段がちょっとこう30度ほど右側に回り込んでいる。で、本当はですね、これ例えば表面がねツヤ感があるので、映り込んでいる、ここが映り込んで少し色が濃く見えているとか、ここが映り込んで少し暗く見えているとか、そういった、実際に見えている反射光とかですね、影とかをもうちょっとこう正直に描いていくとリアリティが出て、より、かっこいいデッサンになるかと思うんですけれども、今日のところは大まかなこの形の捉え方に、絞って、解説してきました。なので、ディティール表現はこのくらいにしておきましょう。はい、以上で今日のデッサンは終わります。さて、いかがだったでしょうか。
もしこの動画が良かったと思われた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。